こんばんは、かなたです。皆さん、ジブリは好きですか？僕はめちゃめちゃジブリが好きなんですけど、ジブリに出てくるご飯、あれめちゃめちゃうまそうじゃないですか。ジブリ飯が食いたいと思ったんですよ。ジブリ飯で僕にでも作れるもんないかなと思って探したら、天空の城ラピュタの食パンに目玉焼きを乗せて食うやつ、あれめちゃめちゃうまそうやん。僕にでもできるやんと思ったんで作りたいと思います。いただきます。ちょっとね、見栄えはさ、まあいいとは言い難いよね。洞窟の中でパズーとシータがご飯食べてるシーンやけど、パズーはこの目玉焼きを先に全部食ってからトースト食うっていう食い方をして、一緒に食うんじゃなくて、それで今日は食いたいと思います。うまっ。塩コショウだけやけど普通にうまいもん。僕食パンもさ、焼かんとそのまま普通に食ったりするから。でも基本的にみんななんかつけてくるか。ジブリの飯作ってジブリの話もしてることやし、ちょっと映画の話でもできたらなと思います。でも食べ終わってから話すわ。ごちそうさまでした。僕すごい映画好きなんですよ。でもなんかそんな映画評論家みたいな、そのなんかめっちゃ語れるぐらい映画見てるわけでもないし詳しいわけでもないんやけど、普通に映画が好き。まあ結構皆さんこう家にいる時間が増えて、映画でも見ようかなみたいな時間が増えてんのかなって思って、何見ようかなってすごい迷うじゃないですか。でなんか僕思うのが、映画ってだいたい平均して2時間ぐらいじゃないですか。2時間って人によって全然捉え方違うと思うんですよ。1日って24時間やん。三大欲求があるわけじゃないですか。食欲と性欲と睡眠欲があるわけじゃないですか。基本的に毎日するのが食事と睡眠。まあ性欲の処理はまあ人それぞれだと思うんですけど、時間で考えたらまあ睡眠が8時間だとして、ご飯を朝昼晩30分1時間としても2時間、残り14時間じゃないですか。ってなった時に14時間中の2時間って
めっちゃ割合でかないって僕は思うんですよ。でも僕は映画が好きやから1日56本10時間とかに映画を割いてもいいとは思ってるんですけど、そうじゃない人ももちろんいてて、その2時間をよりこの映画見てよかったな、楽しかったな、面白かったなっていう時間にしたいわけじゃないですか。だからこう悩むんやなとは思うんですけど、僕は悩んだ時とかは自分の好きなアーティストとかこの人のことを知りたいとか思う人の好きな映画を見る。映画って音楽もそうだけど好みって結構さいろいろあるから、憧れてるアーティストとかこういう人になりたいって思う人の勧めてる映画を見ることで僕はその人の価値観を覗けるっていう風に感じてるんですよ。本当にこれは僕の考えなんやけど、僕最近見たのが今更やけど、シン・ゴジラを見たんですよ。エヴァンゲリオンの庵野監督のシン・ゴジラをね。いやほんまにめちゃめちゃおもろかった。エヴァ好きな人は使われてる音楽とかが一緒やったり、その文字の出し方とか、演出の仕方とかカット割りとかがすごいエヴァっぽいし、すげえうわーってなると思うんですけど、普通に初見でもめっちゃ面白いと思う。物語のストーリーのクライマックスまでに行く盛り上がりがすっごい気持ちよく盛り上がっていくから、どうなるやろこれどうやって解決するのみたいなハラハラあるじゃないですか。めちゃめちゃ綺麗にクライマックスまで行くから僕はすごい好きですね。庵野監督の独特のカット割りがみたいな、このシーンこんな風に撮るんやみたいなのが新鮮でしたね。最近結構邦画ばっか見てるんですけど、飛んで埼玉今ねAmazon プライムでも見れるはず。いやーあれは本当に面白い関東圏に住んでる人はすっげえおもろいんやろうなと思う。関西圏にしかずっと住んでないとかそれ以外の地域ですよね。 100% の面白さが楽しめるかって言ったらそうじゃないかなとは思った。邦画ばっかりになるんですけど、かけ狂いっていう漫画があるんですけど、それの実写ドラマがあってそれの映画があるんですよ。多分これも Amazon プライムで見れるんかな。浜辺美波ちゃんの演技が僕すごい好きで見たんですけど、いやこれもすごい面白かった。ライアーゲームとかスペックとかそっち系のドラマが好きっていう人はこのかけ狂いもすごい面白いんじゃないかなと思います。ラピュタのさ食パン作ったけど、ジブリってネット配信が日本はなくて本当に悲しい。ジブリも携帯で気軽に見たいなっていう自分と、やっぱ大画面で楽しみたいっていう自分と、両方あるんやけどジブリはね一番好きなのはもののけ姫が一番好きです。多分100回以上見た。小学校の時にもののけ姫が好きすぎて、学校終わって帰ったら毎回もののけ姫を見て生活を送ってたんですよ。そこまでめっちゃ明るい話じゃないやんか。あれ考えさせられる部分がすごい多いやん。なんで毎日見てたかっていうと、アシタカがすっごい好きでめちゃめちゃ憧れてて、サンもめちゃめちゃ好きで、将来はサンみたいな女の子と出会って共に生きれるって思ってたので、アシタカになりたすぎてアシタカの髪型もやってたし、腕がさあざになるやん。その呪いでペンでねアシタカのあざをこう描いて手袋みたいなしてさそれで外に出かけるのよ。本当にそれぐらいもののけ姫が好きで、次に好きなのが天空の城ラピュタ、その次が僕は猫の恩返しが好き。僕の映画の話ばっかりしてもしょうがないから、僕のね映画友達っていうと雄大さん、わかりますかね皆さん。雄大さんと本当に仲良くなったきっかけが映画っていうぐらい一緒にいろいろ映画の話をするんですけど、雄大さんのおすすめとか最近見た映画とかちょっと聞いてみたいなと思ったんで電話してみます。雄大さん。もしもーし。もしもーし。お疲れです。お疲れ様です。2時間ぐらいもらえるんですかね、尺じゃ。いやちょっと西川は長い結構いっぱいあるんですけど、はいはい、私マーベルが好きじゃないですか。俺らが仲良くなったきっかけっていうのもアメコミじゃないですか。そうですねそうですね。今マーベルって作品が23本出てるんですよ。アイアンマンから始まってスパイダーマンファーフロムホームまで、はい、1日1本見ていけばマーベル全部見れるよっていう。1ヶ月ぐらいでマーベル全制覇できるよってことですか。そう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 。マーベル系って結構時系列難しいじゃないですか。そうだね。それが苦手で見ないっていう人も多分いると思うんですよ。時系列とかいろいろ複雑だけど一本一本もしっかりしてるから、とりあえず映像がすごいですもんね映像がすごいだけどアベンジャーズだけはちゃんと全部見といた方が面白さが増すよっていう、なんかあります他に。伏線回収が大好きな人とかはユージュアルサスペクツ、いいですね。もう忘れられないラストが待ってるからおすすめだし、カナシャスが好きそうなやつっていうのは、ベイビードライバーっていう、知らないです。2年前ぐらいの映画だったかな、音楽とカット割り、テンポの良さが多分カナシャス好きだろうなっていう。なるほどなるほど。ちょっと見ますそれじゃあ。そうそう。ア
アニメの方は、はい、まあ、ジブリ好きなのは俺もののけ姫。あーいいですね。ジブリの好きな作品が一緒だったら結構趣味があったり価値観が合うらしいですよ僕も聞いた話なんですよ。合コンとかでもしね、なんかみんな使うのであれば、ジブリの作品好きな作品何って言ってあまりにもかけ離れた作品言われたら多分このことは価値観が合わないのかなっていう基準でいやお前ジブリ作品を合コンで持ち出すやつ初めていや使えんじゃないかなって思って一度も使えたことないですいやそりゃそうよ俺邦画はもうダントツ1位、これ8日目のセミナー。あ、見てないですよこのセミ見たことない、はい、俺はもうダントツ1位なんだよね。動画見てる皆さんにも見てほしい映画ですよね。そうですね、見たことある人もいると思うんですけど、これバチクソナンバーワンだから。皆さんもよかったら今雄大さんがおすすめしてくれたね、はい、作品を見ていただけたら、ツイッターとかで感想を送ってもらえたら嬉しいですよね。僕は嬉しいですねまあアイアンマン見ましたが、多分俺は一番嬉しい今話した映画を概要欄に貼っとくんで、興味ある方はぜひ見てみてください。ジブリ飯すげえうまかったっす。本当はメインこっちゃうはい、ではまた次の動画でお会いしましょう。